皆さんこんにちは、車いじりバカです。今日はじゃじゃん、何をしようかというと、このせっかく外したビートのヘッドカバー結晶塗装していきたいと思います。タイミングベルトの交換でもう激疲れなんで、今日はこれをやってちょっと休憩したいと思います。今ちょっとストーブの前で温めてたんですけど、はい、なんでほんのりあったかいです。この状態で外に出して脱脂をして密着のを拭いて塗装していきたいと思います。頑張ります。改めまして皆さんこんにちは、車いじりバカです。先ほどはこの作業で今回ちょっと休憩みたいな偉そうなことを言っておりましたが、先に結論を言っておきますが、今回の作業は6割ぐらいの成功ぶりでした。つまり4割は失敗ということです。ただ失敗から学ぶことがたくさんあったので、もう一回やれば絶対 100% 成功するコツが分かりました。ということで今回は題して絶対失敗しない結晶塗装のコツお伝えしますという動画を皆さんにお届けしようと思います。お前何言うてんねん、成功してから言えよとか言わないでくださいね。この辺がまーさんには一生かなわないところですが、そこはお手柔らかに。はい、まず冒頭の動画より少し時間を巻き戻します。カバーを塗装するためにはまずカバーを外さないといけません。で、外すのはボルト数本緩めて少しこじって取り外すだけです。だけですなんて今簡単そうに言っちゃいましたが、これヘッドも外しちゃった今の私にとっては外すだけなんですが、これをやった時はこの作業だけでも大変な大冒険で大騒ぎでした。その後取り外したヘッドはこんな感じで、あまりにも汚かったのでパーツクリーナーで掃除をしました。ただそれだけじゃ全然綺麗になってくれなくて、このヘッドはアルミ製なんですが、アルミのサビみたいなのが浮いてたので、それをサンドペーパーでとにかく磨きまくりました。この時はアルミをピッカピカに磨いてやればそれはそれなりに綺麗なはずなんで、塗装までもしなくていいやっていうぐらいに思ってたんですが、かなりサンドペーパーで削ってもアルミのサビだと思うんですけれども、このまだら模様が取れないんですよね。おそらくピカピカのアルミ肌にしようと思うと、かなり粗めの150番とか300番とかのサンドで始めて、順に番手を上げていくという、いわゆるヘッドライトカバー磨きみたいなことをしないとダメだと思います。それでそこまでやるのもまた腕がパンパンに筋肉痛になっちゃったりしますし、アルミピカピカ肌にしてもそのうちまた錆びるかなと思いまして、今回塗装に踏み切ったという次第です。私実はもともとはヘッドカバーを塗装するというのには全く興味がなかったんですが、参考にさせてもらったマーサンガレージのマーさんもヘッドカバー塗装をしてからかっこいいかっこいいと連発をされておられましたし、毎度おなじみ悪友の K さんも最近ヘッドカバー塗装をしてたり、コペン仲間の車いじりオタクの T ファクトリーさんも綺麗に黒に塗っておられたし、そういうのを見てるとだんだん羨ましくなってきちゃってですね、せっかく自分もエンジンばらし始めたのでやってみようかなという気分になっちゃいました。はい、ということで具体的に塗装の作業に入っていきます。結晶塗装は塗装を塗ってから室と言いますか炉と言いますか、箱のようなものの中に入れて温度を一定以上に上げて塗料を縮ませないといけないということなので、まずはその室の準備をしているところです。今回立てた作戦は、この大きめの段ボールをまずは分解して、その上で塗装をして、塗装が終わったらカバーを乗せたまま動かさずに上手に分解した段ボールを組み立て直してテープで留めて、その後ヒートガンで室を熱するというものです。このようにしたのには理由がありまして、それは結晶塗装というのは4回ぐらい塗装をした後に、その4回目の塗装が乾く前に熱をかけて縮み現象を起こすという手順なんですが、4回目の塗装をしてまだ塗装が濡れ濡れの状態で
室の中に入れる作業をやると、私だったら絶対に塗装面に指紋をつけたり、どこかにぶつけて塗装を剥がしたりしてしまうというですね、確固たる自信があったからです。どんな自信やねんってことなんですが、今穴を開けているのはヒートガンの差し込み口を作っているところです。これもですね、塗装したばっかりのヘッドを段ボールで囲って、その後に穴を開ける作業をしたもんなら、私ならほぼ間違いなくズリ、ガタ、あれみたいなカバーが段ボールに当たって塗装が剥げたみたいなことになるのが目に見えたので、このようにしました。室の準備と塗装場所の確保ができたので、塗装の付きを良くするために、まずは脱脂とその後プライマー、密着ロンを塗りました。これ真冬の暖かめの日で、多分外気温が10度ぐらいだったかと思います。なので塗装した後少しヒートガンで温めながら乾燥させたりしました。そして1回目の塗装をしていきます。塗るのはもうそんなに難しくないですね。ただ真冬なので塗り始める前に塗料は缶のままストーブの前で温めておきました。また塗装の合間も室内の日光に当たる場所に置いて缶の温度が下がらないようにしました。これを4回塗っては乾かし、塗っては乾かしというふうにやりました。途中で当時作業中だったタイミングベルトの作業に行ったりしておりました。これ何をやってるかというと、毎度塗装を屋外でやるとこういうことになるんですが、糸くずがついちゃいまして、それを一生懸命ピンセットで取ろうとしているところです。今から思えば、この後またさらに厚塗りをするし、さらに縮み加工もするので、こんなのほっとけばいいんですが、気になっちゃってやってしまいます。そして塗装を剥がしちゃいます。幸いこの時にできたハゲは上から厚塗りをして何の影響もありませんでした。ただ塗装をやるたんびにこれやってますね、私。全く学習能力がありません。映像は4回目のペイントですね。これで最後になります。この4回目の塗料が完全に乾く前に全体を炙っていくことになります。なんだかこの辺りまではうまくいくという根拠のない確信がありました。いつものことなんですが。そして手早く段ボールで室を作ります。ちょっと長さが足りなかったので、箱の片側の面は新聞紙をテープで留めて塞ぎました。中はこんな感じです。その後、手前側に蓋をしてすかさずヒートガンを突っ込んで熱し始めました。塗料の説明によると、温度60度から120度で20分から40分熱せよとありましたので、冬であることもあり、一気に30分熱することにしました。あとですね、途中で開けたりすると室の中の温度が下がると思ったので、覗き見したい気持ちをひたすら我慢して、しわしわの上手な結晶塗装が出来上がることを想像しながら待ちました。12分経ちました。今箱はかなり熱い。なんか開けて温度を下げたくないんで、とりあえずこのままいきます。そして待つこと30分。時間が経ったので開けてみました。じゃじゃーんって感じですね。お、いいんじゃない？縮れてるんちゃう、ちゃんと。この辺が誰だろうな。こんなもんか。はい、明らかに落胆しております。映像では分かりにくいかもしれないんですが、部分的には綺麗に縮み塗装になっていましたが、割と大事なカバーの上の方が映像でも光が反射しているので分かるかもしれませんが、のっぺりと縮んでくれていませんでした。ヘッドカバーなんで普段人目に触れることはないんですが、とはいえこのカバーの上の部分って一番目につくところですよね。ということで、まだ塗料が乾ききっていないかもというところに一縷の望みをかけて、ヒートガンで上から炙り始めました。
悪あがきの開始です。この部分はちょっと垂れてしまってますね。こういうのも爪が甘いというか、典型的いい加減な私の大型の性格が出てしまっています。どうぞご容赦ください。はい、そしてこの日の結論ですが、結局のところ、室に入れてヒートガンで30分炙ってしまったので、塗料はすっかり乾ききっていたようでした。なので誠に残念ながら、カバーの上から後からなんぼ頑張って炙ってもテカテカの部分がたくさん残っちゃいました。今日はヘッドカバー塗装リベンジです。こういう風にテカテカになっちゃいました。この辺は上手にシワシワになりましたけど、この辺もダメですね。この辺もテカテカ。こっからヒートガンを吹いたんですけど、多分温度がちゃんと上がらなかったので、上がらなかったこの辺りがもう全部シワシワ加工がいまいちですので、ちょっとうまくいくか分かりませんけど、もう一回この辺だけ吹いてみようと思います。ということで次の日リベンジをやってみました。もう一度脱脂をして密着ロンを吹いて、その上からさらに残った塗料を吹いていきました。実はこの日は前日よりも気温が下がりまして、今思えば塗装に全く向いていなかったんですが、前日作業した環境もそのまま残していたので強行しました。ということでちょいちょいヒートガンで温めていますが、これは縮みを出すためではなくて塗料を乾燥させるためです。リベンジの最初、まず試しに一番目につきにくいと思われるカバーの横側を塗装してみました。今映像は3回目の塗装をしてすぐにヒートガンで炙りに入っているところです。前日は室を作って失敗をしたので、この日はもうヒートガンで気になるところに塗装をして、その後直接炙って縮ませるという方法にしました。これは割と有効でして、映像でも少し見えるかもわかりませんが、3回塗装して直接炙っていると割と上手に縮みができました。はい、こんな感じです。これに気を良くしまして、次にカバーの上側の面をやり始めました。相変わらず気温が上がってこないので、まずは地金を温めるためにある程度炙りまして、その後テカテカになっていた部分を中心にスプレーをし、乾かしてはまた塗ってというのを3回やりまして、そしてヒートガンで炙り始めました。そしたらですね、全体的にかなりマシになりました。映像で前後比較を見ていただくとこんな感じになります。かなり良くなったと思います。ただですね、ここでやめときゃよかったんですが、もうちょい気になるところがありました。部分的に縮みが甘いところがあったんですね。それでその部分だけを追加で再度スプレーしました。悪あがき追加塗装の開始です。この辺はかなり綺麗にできました。ここがちょっとどうしようもないけど、もうやめとこう。深追いしてもしょうがない。この辺垂れたし、俺の実力こんなもんだろう。ちょっと焦げたしな、しかもはい、縮ませる気持ちが強すぎて、近くで炙りすぎてちょっと焦がしてしまうというですね大失態を実はやっております。焦がした上からまた塗って必死にごまかしましたが、言ってた通りこれが私の実力ですね。しょうがないです。はい、ということでこの時はタイベル交換もあったので、もうこれ以上時間とお金をかけないことにしたので、私はここで諦めて、あとはホンダと12バルブのロゴを3度で磨いていたところをご覧いただきながら、今回の振り返りと冒頭で言った絶対失敗しないコツを皆さんにお伝えしようと思います。全然説得力ないですが聞いてください。まずはコツその1です。室は小さく分厚く作りましょう。熱が行き渡りやすくするために、なんなら箱は二重にするか毛布などでかぶせると良いと思います。私の室はまず大きすぎた上に断熱がほとんどできていなかったので、室全体の温度を60度から120度にキープすることができませんでした。そしてコツの2つ目です。だいたい熱が行き渡った頃、まだ全部乾ききってしまう前に
一度室を開けて縮み具合をチェックすると良いと思います。目安としては15分から20分ぐらいですかね。そのぐらいでチェックされると良いと思います。もし縮みの状況が良くなければ、熱を入れる場所を変えるとか、直接熱を当てて縮みを出した方が良いと思います。私は30分通しで室を熱してしまったために、塗料がすっかり乾燥してしまいまして、後から炙っても全然縮んでくれる余地がありませんでした。つまりこの縮み塗料は乾く過程で縮むということです。そしてコツの3つ目。基本的には一部分だけの塗り直しはやめましょう。もし私のようにやり直すんならば、ケチなことはせず、全部塗り直しましょう。一部分だけ塗料を吹きつけると、その部分と吹きつけない部分との間に薄く塗膜ができてしまいまして、その部分は塗料の積層が足りずに縮んでくれません。よって私のようにその境目はいくら炙っても縮まずツルツルになってしまいます。そしてコツの4つ目、これが最後です。冬場はおすすめしません。やるんならやっぱり春から秋にかけて夏がおすすめだと思います。やはり冬場は気温が1桁台のところから30度近くまで上げるだけでも温度上昇のハンディがありますので、屋内で塗装できる方は室温を高くされるのが良いと思いますが、私のような青空ペイントの方は、私のように真冬にはやらない方が無難です。はい、ということで、そんなん知ってたわいと思われたかもしれませんが、以上が私の今回の失敗からの学びとなります。最終的には今回の私の作品、こんな感じに出来上がりました。まあ私としてはこれで十分かなと思います。もうエンジンの上の方をばらしちゃったので、めちゃくちゃ汚くて気になってたエンジンルームもきれいに掃除できそうですし、このヘッドも映えてエンジンルームをエモく演出してくれるかなと思います。用語がよくわかってませんが使ってみました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。次こそヘッドのメンテナンス動画をお届けできるかなと思います。動画制作の励みになりますので、チャンネル登録といいねボタンをお願いします。それではまた。